それでは本日のワークショップを終了します。この後の予定ですが、希望者についてはつまらないか。君はきっと頭もいいし、かなり器用だ。だから今のままでもある程度のところまではいけるよ。求められるものに応えるのも才能だしね。けど君はもう少し違うタイプだと思うな。違うタイプって言ってもこれは僕の個人的な感想だから、そこまで気にしなくていいよ。他の受講生へのフィードバックを聞く限り、彼の指摘はいつも本質をついていた。これは個人の感想で処理していい話ではない。幅広い客層に届くものという作り方自体が間違っているわけではなさそうだった。だとすれば、題材の掘り下げ方に問題が。一般的な方向に寄せすぎて、オリジナリティが不足していたのかも。おい、ルイ。司くん？どうしてここに？私たちもいるよー。こっちもワークショップが終わったから迎えに来たの。ルイも見学行くでしょ？見学？なんだ、説明されなかったのか？この後、希望者は勉強の一環として、ザ・センターシアターで行われるショーの稽古を見学させてもらえるそうだ。しかもね、主役は朝日さんなんだって。ああ、そういえばさっき、この後の予定について説明されていたような。考えに没頭しているうちに、聞き逃してしまったようだ。公表の件はきちんと考えるとして、今は切り替えなくては。迎えに来てくれてありがとう。早速見学させてもらおうか。すっごく綺麗な劇場。さすが国内最高峰の舞台だね。ザ・センターシアターで上演ができるのは、アークランドの中でも特に優秀な俳優だけだと聞いていたけれど、劇場としても設備面でかなりこだわった作りになっているようだね。客席からだと大道具の影になりそうなので、このシーンの立ち位置が変更になっています。わかりました。実際にやってみて違和感があったらまた相談させてもらいます。もちろんです。あと照明のタイミングなんですが。朝日さんだな。今日は通し稽古だそうだから、事前の打ち合わせか？そうみたいだね。今日は演出家のワークショップにも協力してくれていたけれど、本当にタフで頭が下がるよ。僕の方からは以上ですね。朝日さんの方で何か気になるところはありますか？いえ、大丈夫です。稽古が始まるまで少し席を外してもいいですか？いいですよ。お腹が空いたからって衣装のまま食事はなしですけど。大丈夫です。ちょっと友人と話してくるだけなので。みんな見に来てくれたんだね。はい。勉強の一環として運営の方から声をかけていただいたので。そっか。よければ後で感想を聞かせてもらえると嬉しいよ。今回のショーは俺にとっても色々と特別だから。特別というと？今回のショーはトムの原案と演出なんだ。事前情報がほとんど伏せられてるから、まだ一般には公表されていないけどね。そうなんですか。それはおめでとうございます。ありがとう。役者の道に進んだらどこかで道が交わることもあるかもしれないとは思っていたけど、
今回の話を聞いた時はうまく反応できなかったな。なかなか実感が湧かなくて。その気持ちはわかる気がします。朝日さん、あと5分で稽古スタートです。おっと、そろそろ行かないとだ。じゃあみんな楽しんでいってくれ。客席から応援しています。頑張ってください。うわ、あちこちクモの巣が張ってる。不気味な屋敷だな。まあいい、さっさと掃除をして売り払ってしまおう。今廊下の先を何かが横切ったような。誰だ？屋敷に無断で立ち入る不届き者は。うわっ！ショーの演目はグッバイゴースト。朝日さんが演じる主人公のルークは幼い頃に家族を亡くした天涯孤独な青年だ。心根は優しいけれど他人と関係を築くことが苦手なせいで仕事も長続きせず自暴自棄な生活を送っている。そんなルークがある日突然遠い親戚の遺産だという古い屋敷を相続したところから物語が始まっていく。オーケー、理解した。俺の遠い親戚はものすごく変人でわざわざ本物の幽霊屋敷を買って住んでたわけだ。変人とは失礼な。我々にとっては良き同居人だったぞ。ここは友達もいっぱいで楽しいんだ。その友達は全部で何人いるんだ？ゴーストの数を聞いているのならざっと100人はいますわね。そんなに入るわけないだろう。もしかして俺今誰か踏んでたりする？幽霊のお話だけどあんまり怖くなくて面白いね。そうだな。コミカルなシーンも多いし、これなら子供から大人まで安心して見られそうだ。屋敷に住み着くゴーストたちは皆気まぐれで自由奔放。気に入らない入居者はあの手この手で追い出してしまう。金銭的に余裕のないルークは一刻も早くこの屋敷を売ってしまいたいけれど、このままでは安く買い叩かれる未来しか見えない。悩んだ末にルークはある計画を思いつく。ゴーストがこの世にとどまるのは未練のためだから、その未練を全て解消してやればゴーストは屋敷からいなくなる。悪戦苦闘しながらもルークはゴーストたちの未練を聞き出し、彼らの望みを次々と叶えていく。僕がやりたいこと？思いつくものは全部言ってみてくれ。できる限り叶えるから。いっぱいあるけど、お父さんとお母さんと手をつないでお出かけしたいな。僕ずっと病気でベッドで寝てるだけだったから。もう一度大切な人に会いたい。喧嘩別れしてしまった友人に謝りたい。そんな風にゴーストたちの願いはどれも切実でささやかだ。一見恨みに取りつかれているように見えても、その奥底には。協力してくれて感謝します、ルーク。おかげですっきりしたわ。俺はただ君の恋人だった男を屋敷まで連れてきただけだけど、本当にあれでよかったのか？いいのよ。悪霊のふりをして脅かしてやったから100年の恋も冷めたでしょう。実際悪霊のようなものよ。
私を忘れられず、泣き暮らすあの人を見るのは気分が良かったわ。でも、それって悪いことなのか？誰だって、大切な人に忘れられたら、寂しいだろ。ええ。けれど、それでもいいと思えるくらい、愛しているの。すごいな。ああ、朝日さんが演じるルークはもちろんだが、舞台上では描かれていないゴーストたちの人生が目の前に浮かんでくるようだ。幽霊たちの表情は仮面に覆われていて見えない生者と死者の越えられない壁の表現であり、表情を観客の想像に委ねることでより感情移入しやすくなる。演出のテクニックについては分析も理解もできるけれど、とうとう俺たちだけになっちゃったな。ああ。よくあれだけのゴーストの未練を晴らしたものだ。あ、もしかしてこの酒ってそのご褒美？すごい高そうな年代物だったけど。いや、生前に隠しておいて、そのまま飲む機会を失っただけだが、お前のおかげで、友と親しく酒を飲みたいという未練が晴れた。私も、今夜で屋敷を去ろう。ゴーストたちとの賑やかな生活で孤独だったルークはこれまでにない安らぎを感じる。けれどゴーストを見送るたびに自分がまた一人になる未来も見えてきてしまう。そしてこれが最後の別れ。ストーリー上の最も重要な見せ場だ。寂しいって言ったら笑う？いいや、そう惜しまれるのは良き別れだ。そっか。そうだよな。一人でいた頃は寂しいなんて思わなかったのにな。喉が詰まってるみたいに苦しくて泣きたくないのに涙が止まらない。でもそれでも出会えてよかったよ。お前にもこの幽霊屋敷にもありがとう。僕はファミリー向けの作品結構好きなんだけどね。単純に見えて奥深いでしょ、ああいうのって。一人また一人ゴーストが消えていくたびに賑やかだった舞台には空白が増え、観客の心に寂しさの穴が開いていく。けれど最後、この細いスポットライトに照らし出された笑顔を見て皆実感する。これは出会いと別れ、人生そのものを描いた物語だと。そして全ての別れの果てにすら確かに幸福が存在することを全身で心の底から感じられる。脚本も演出もその差は明らかだ。いくら彼の演出に影響を受けていて技術を真似たとしても、世界の深さも語られる言葉の重みも何もかもがまだまだ遠いな。この差を埋めるためにはどうすればいいか。
まだ見当もつかない。それでも